はい、いて座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は9月前半のタロットリーディングと星の補足説明をさせていただきます。お願いします。やっとね8月29日を過ぎて水星の逆行も終わりましたので、ちょっとここから落ち着いてくるんじゃないかなと思います。いきますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップ6の逆、ワンド7逆、ペンタクス2の逆、そしてワンド8逆、ワンド5の逆、そしてペンタクルスキング、そしてワンドの10逆ですね。気をつけることや対策がカップ5とストレングスとオラクルは太陽です。逆位置ですけれども太陽です。素晴らしいですね。星の話でいくと、この9月の前半っていうのはすごく社会運とか仕事運とか環境運みたいなものがあって、上司に恵まれたりとか、自分の尊敬する人だったりとか親だったりとか、何かこう目上の人でね守ってもらえる人にこうふんだんに守ってもらいながらこう自分の社会を生きていくよっていう時になるんですね。で、守ってくれる人がいませんとかね、目上の人がいませんっていう方も、こう宇宙というこう見えない大いなるサムシンググレートにはものすごく守られている時なので、そうやって自分の今いる自分の環境というものが照らされてるなという時だと まずは思っておいてください。そしてちょっと9月星の話になりますが、9月の2日から少しね冥王星も逆行してまたヤギ座に戻ってくるので、一瞬ですけどご自身のね価値をもう一回見直すみたいな、やっぱり私はこれが好きだとか、やっぱりこれが自分の特技だっていうふうに思わされるようなことがあったり、またはお金をねもうちょっと何とかしたいとか貯めたいとか、こうきちんと貯蓄していきたいみたいな思いが強くなったりするかもしれませんね。そして9月3日がね新月なんですね。でこの新月もとっても社会運があります。で今までやろうと思っていながらできていなかったこととか、こうなかなかこの方向性は決まってるんだけどその一歩が踏み出せなかったっていう方にとっては、じゃあここからやろうっていうふうに決めるのもとてもいいです。きちんとね役割をこなしていくっていうのができる時になります。ただこの9月3日の新月っていて座の皆さんに限らずなんですけども、この責任とか役割っていうものが結構どしっと乗ってくるので、それに対するプレッシャーを強く感じてしまったりとか、これやったらすごいっていうのも分かってるし、やったらいいっていうのも分かってるんだけど、なんか怖いとかですね、これやったらすごく大変なんじゃないかなみたいな、そういったこう不安っていうのも同時にね起こりやすい時です。これはもう一足飛びにはいかず、一つずつこなしていくしかないねっていう、それが自分の力になっていくよっていう時なので、いて座の皆さんはとにかくこれから自分がどんな社会で生きていきたいのかとか、どんな仕事をしたいのかとか、自分がどういう世界の中でね自分を生かしたいかということを意図していただけるといいと思います。そして9月の5日以降っていうのはなんか人のために頑張るみたいなね流れが起きやすくて、これとてもいいことだと思います。今社会運があるし人間関係も豊かな時だからこそ自分が前に出るっていうよりは、自分は裏方に回ったり誰かのサポートをするっていうことにする方がなんかバランスが取れたりとか、全体のなんかバランスが取れたり、またはこう自分自身もすごく自分を生かせているっていうような感じになるかもしれません。で9月9日以降はね、またより一層仕事の細かいことに目がいったりとか、きちんとこなしていけるよっていう流れになっています。でカードで見てもやっぱりこうオラクルが太陽っていうのはすごく基本的には穏やかだし、自分を生かせる環境がそこにあるよっていうことだと思っておいてください。でただちょっとこう本来の自分の価値って何だったっけなっていうのを思い出すっていう流れもあるように、なんか昔はこうだったなとかね、若い頃はこうだったなとかっていうふうに、なんか昔を思い出してちょっとほのぼのしてみたり、もしくは昔を思い出すことによって今の自分の進歩や進化っていうものを実感できるかもしれませんね。昔はこうだったけど今ってこんな風にできてるとか、そうやって少しずつ自分の進歩や進化、自分の価値っていうものを確かめていきたくなるっていう時なのかもしれません。実際仕事あるんですけど、なぜか
自分が前に出るっていうよりは後ろからこう押していくとか、自分ではあんまり今の立場は良くないっていうふうに思っていたりしやすいのかなっていうのがあるので、どのような状況であったとしても、例えば自分が新入社員で入ったところとかね、転職したばっかりとか、そういう立場があんまりっていうことだったとしても、その中でやっぱり昔と比べたら私すごい進歩したなっていうことを自分で自負しておいてください。そしてこういう社会運のある時っていうのはちょっとね、外側がねなんかこう華やかに見えたりとか、または忙しく感じたりとかするんですね。翻弄されてる感じではないんですけども、なんとなく周りがドタバタしてるなとか、自分もその流れに乗ってこう進んでいったらなんか忙しいなみたいなね、こうどんどんと展開していくっていう感覚があるかもしれません。でそれをでも私は一つずつ抑えていきたいんだとか、一つずつ確認していきたいんだみたいなね思いもあり、なんかこう周りの人が急いでいたとしても、じゃあ頑張ってねって感じで自分はゆっくり行くみたいな、後からゆっくり行くよって言ってこう周りを見送るみたいな、そんなシーンもあるかもしれませんね。そしてそうやってこう自分で自分をせかさずに、しっかりと今できることをやっていくっていうことをやっていくと、非常に自分のね強みが分かるって感じがします。これはペンタクスのキングということで、しっかりと自分の価値を構築し、それを自分でも認めるし、周りからも認めてもらうし、ちゃんと評価されるって感じがしますね。まだ始まりはなんか私ってちゃんとできてるのかなとか、自分のなんか自分で自分を査定してるのは低い感じがするんですけれども、でも周りからはちゃんと評価されてる、必要とされてるっていう感じがすごくします。ただ必要とされると、もっとじゃあ頑張りますかとか、もっとやりますかって言ったら、いやちょっとここまでにしておきますみたいなね感じで、あまりその急いでいくとかせかして自分をすごい鼓舞してせき立てていくというよりは、どっしりと構えて今ある環境の中で自分ができることをやっていく、しっかりとこなしていくっていうようなエネルギーですね。だから下手に振られる仕事とか、下手にそんなに頑張ってるんだったらこれもお願いしますとか、そういうのはちゃんと断れるっていう感じがします。なので余計なものは受け取らないっていう風にするのがいいのかなって感じがしますね。そうするんだろうなとは思うんですけど、意識的にね、なんかここで受けとかなきゃなんか まずいんじゃないかと思うかもしれませんが、カードのメッセージとしては、本当に必要なものを受け入れてくださいと。中にはね、なんか一見美味しそうに見える話とか、これって受ける方がいいかなって思うような話であっても、それって本当の自分にはフィットしてないっていうことってありますよね。そういうのはきちんとお断りして、恵まれてる時というか社会運がある時だからこそ、自分の世界はこれなんだ、自分はこういう世界で生きたいんだっていうことをしっかりと把握していけば、余計なものを受け取らず、自分の力っていうものをちゃんと出すべきところに出していけるんだなっていう感じがしました。でそれを踏まえた上でね、ちょっとお仕事として見させてください。お仕事ね。ソード6とエンペラーとソード8ですね。なんかね、野望は大きいっていう感じがしますね。なので将来的にはこんな仕事してみたいとか、今はこうだけどもうちょっとこういう風にしたいみたいなビジョンが大きく見えるなっていう感じがします。そういったビジョンを見せてくれるような話を聞いたりとか、方向性っていうのは見えるんだなと思いますが、それに向かって今すぐ何かできることをやっていくのかとか、そこに直結することをやっていくかというとちょっと違うみたいで、まだそれはそこに到達するまでには、なんだかまだ自分がもっとこうでなければならないみたいな思いとか、今はまだそのタイミングじゃないんだみたいな、そんな感覚があるのかもしれませんね。今実際今言われていることっていうのは、周りが忙しかろうとも、周りは何か速いペースでね進んでいるように感じたとしても、い手座の皆さんはしっかり自分のペースを守って、余計なものを引き受けず、本当に必要なものだけを見て自分の価値をちゃんと構築していってねっていうのがメッセージだったので、お仕事もこうしていけばいいんだなって大きなビジョンとか目標とかが見えたとしても、決して焦らず、そしてそれを到達するためにはもっと頑張らないとみたいに自分をもっと締め付けたりとか、もっと時間的制約をかけたりするのはしないようにしましょうって感じがしました。
はい、そして、もう一つですね、人間関係見ています。人間関係は、特に8月29ほぼ30日からですね、8月の末から金星が天秤座に入ることからね、グループとか団体とか、もしくは1対1だったとしても同じ方向性を向いてる人たちとか、同じ考え方が似てるなとか、そういう人たちとの関係性というのが非常にいいですね。非常に感化されるし、自分もいい意味で彼らと仲良くやっていけるっていうか、いい刺激を受けながら行くって感じがすごくします。ペンタクルスのページとカップの3と、ペンタクルスのクイーンということで、人間関係においては非常に確かなものを感じられるっていう感じがしますね。特にお友達とか仲のいい、そのさっき言った考え方が似ているとか、その人の考え好きだなとか、そういう考えもあるんですねみたいな、そういったいろんなその人が大事にしているものを聞いたり見たりしながら、自分も感化されて、すごく感性が喜んでいるっていう感じがしますし、またはお仕事とかその関係なかったとしてもね、社会が明るい時っていうのは社交運があったりする時なので、自分が外に行っていろんな人と話をしたり、人とつながるっていうふうに決めていただければすごくつながれる時ですね。で、恋愛で見てもその2人きりの世界とかそういうのじゃないとしても、自分が大事にしているのはこういう付き合い方とか、これを私は大事にしていきたいっていうものをしっかり守っていけますよっていうふうに言われているので、直接的に会う機会が少ないとか、相手はこっちを見てないような気がするとか、立場が釣り合わないみたいなことを感じたとしても、それぞれに今は大事なものを大事にしていく時だよっていうふうに捉えておいてください。それによって何か大きくトラブルとか問題があるってことはないんですね。なので大事にしてほしいのは自分の感覚、自分が、今は離れてるけどこの環境を大事にしていきたいだったら大事にしていけばいいし、一緒にいたとしても違うと思うのであれば違う、自分の今はこれを優先するっていうのを大事にしたらいいし、何か本当に自分がこうだと思うものをしっかりと温めていくのが人間関係でもいいですよっていう感じで言われています。はい。そうだな、もう一枚だけオラクル見てみましょうか。頑張れそうですよね、いろいろね。はい、いて座の皆さんね、いて座の皆さん、はい、アポイトドラマということで、いいですね。これはなんとなくこのカードを見てね、何かしら感じることがあれば、皆さんも直感でメッセージ受け取ってみてくださいね。すごく面白い感じがしますね、このカードで。自分が作り出している、頭の中で作り出しているドラマってあると思うんですよね。これはこうなってこうなってこうなるべきだみたいな、そうなると思ったのにそうならなかったどうしてとか、きっとこうなるんだわワクワクとか、いろいろ楽しいことも嫌なこともあると思うんですけども、そういった頭の中だけで繰り広げられるドラマを避けましょうみたいな感じがします。っていうのは、いい意味で妄想したりとかいうのって楽しいんですけども、現実が違うってなった時にガラガラって崩れたりもしますし、ほとんどの場合はそのネガティブな妄想で自分を苦しめてしまうっていうのがあると思うんですけど、今そういう時じゃないんですよね。もうしっかり現実を生きましょうみたいな、やっていけますよって、それにはいて座さんの本当の力っていうものを発揮していけるんですよっていうふうに言われているので、妄想の世界でどうこうっていう感じではないんです。で、強いてこのメッセージが生かされるのはおそらく仕事だと思いますね。大きなビジョンが見えたり、大きなプロジェクトに携わったりする分、じゃあもっとこうしてああしてってなりがちですけど、方向性はいいけれども焦らずじっくり今できることをやっていこうねってことなので、ドラマを手放しましょうっていうのがメッセージだと思いました。はい、ということでここまでにしておきます。また次回ね、中旬ぐらいに次の動画をアップしたいと思います。今回ももし何かしら良かったよという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録で教えていただけると嬉しいです。コメントもいつもありがたく拝見しています。ではまた次回お会いしましょう。今回もありがとうございました。失礼します。